皆さんこんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。店長のうさぎです。今日も美味しいコーヒーを飲みながら日本語を楽しく勉強しましょう。常連客の竹谷です。うさぎさん、こんにちは。よろしくお願いします。今日は日本の家がテーマですね。はい。外国のことから日本の家ってどうなっているのと聞かれることが多いので、今日は日本の家を舞台に家の中を案内するような形でお話ししましょう。日本の住宅街を歩くと、新しい家でも木造が多いことに驚く人がいますよね。そうですね。最近はコンクリートの家も増えましたが、やはり主流は木です。僕の育った実家も木造です。これには理由が2つあります。1つは湿度です。日本は夏、とてもジメジメしますよね。木は水分を吸ったり吐いたりして空気を調整してくれるんです。まさに家が呼吸しているという感じですね。もう一つは地震ですか？その通りです。木はしなやかで弾力があるので、地震の揺れを逃がしやすいと言われています。では、早速家の中を紹介しましょう。まずは玄関です。日本の玄関で一番大切なルールといえば、もちろん、靴を脱ぐことですね。玄関には必ず段差があります。この一段高くなっているところがプライベートな空間の始まりというサインです。僕の外国人の友人は最初どこまで靴で行っていいのかわからなくて、段差の上まで靴で上がってしまったそうですよ。それはあるあるですね。でもこの段差があるおかげで外の泥やホコリが部屋に入らず、床を清潔に保てるんです。掃除もしやすいですね。玄関には下駄箱という靴を入れる棚があって、その上にはよく家族の写真や可愛い小物が飾ってあります。段差を上がって廊下を進むと、次はリビングですね。最近は LDK、つまりリビング、ダイニング、キッチンが一つになった広い部屋が人気です。ここで面白いのは冬の風景です。拓也さん、冬のリビングといえば何ですか？それはもうこたつでしょう。そうです。テーブルに布団がかかっていて、中がヒーターで暖かい。一度入ったら最後、気持ちよくて二度と出られなくなります。わかります。それで気持ちよくなってこたつで寝ていたら風邪ひくよって怒られるのがお決まりです。次にキッチンを見てみましょう。日本のキッチンはコンパクトですが機能的です。特にコンロの下に注目です。小さな引き出しがあるんですよ。あれですね。魚焼きグリル。正解です。パンを焼くトースターのように見えますが、実は魚を焼くための専用グリルなんです。これで魚を焼くと、外はパリッと、中はふっくら仕上がるんですよ。外国の方にはこれ何に使うのとよく聞かれますよね。トーストを焼くのにも使えますが、基本は魚用です。そして、焼きたての魚があるなら、どうしても欲しくなるのが、白いご飯ですよね。そうですね。だから日本のキッチンには必ずと言っていいほどこれがあります。はい、炊飯器です。これはお米を炊くための機械ですが、日本の一軒家では炊飯器を置くための専用の棚がキッチンに作られていることも多いんです。日本の炊飯器ってものすごく高性能ですよね。ボタン一つで美味しいご飯が出来上がります。そうなんです。出来上がり時間を予約できるタイマー機能も便利ですね。夜にお米をセットしておけば、朝起きた時にキッチンが良い香りに包まれて、ほかほかのご飯ができているんですよね。焼きたての魚と炊きたてのご飯。これぞ日本の家の朝の風景ですね。キッチンやリビングを見てきましたが、日本の一軒家といえばやはり和室ですよね。拓也さんは和室付きですか？大好きです。畳の香りを嗅ぐとすごくリラックスした気持ちになります。わかります。和室は本当に不思議な部屋で、決まった使い道がないのが特徴なんです。どんな風にみんな使ってますか？昼間は机と座布団を置いてお客さんを通す客間になりますし、小さなお子さんがいる家庭では転んでも痛くない遊び場になります。まさに自由自在な部屋ですよね。でも最近は和室が全くない家も珍しくないとか。特に最近の若い世代や都市部の新しい一軒家では、掃除のしやすさや家具の置きやすさを考えて全部の部屋をフローリングにする人も多いです。フローリング。木の板を張った床のことですね。
和室を作るかどうかは家を建てるときに悩むところなんですよ。和室といえば、寝るときはやっぱり布団ですよね。はい。でもここも現代の日本では意見が分かれています。拓也さんはどっち派ですか？僕は今はベッドです。朝起きてすぐに立ち上がれるのが楽ですから。でも実家に帰った時は和室に布団を敷いて寝ます。床に近い感じがなんだか落ち着くんですよね。その感覚わかります。布団の最大のメリットは部屋を広く使えることです。朝起きて布団を畳んで押し入れにしまえば、寝室がそのままリビングや作業スペースに早変わりしますね。スペースを有効活用する日本らしい知恵ですよ。でも毎日布団を敷いたり畳んだりするのは少し力がいりますし、面倒だと感じる人もいますね。だから最近では和室はあるけれどそこにベッドを置くというスタイルなど、自分の体調や好みに合わせて選ぶのが一般的です。そういえば僕の外国の友人が和室に泊まった時、布団をどこから出せばいいか迷っていました。押し入れですね。日本の押し入れはクローゼットとは少し形が違います。中が上下2段に分かれていて、奥行きがとても深いんです。それは布団を畳んだ時のサイズに合わせて作られているからですよね。その通りです。初めて押し入れを見た外国の方は、ドラえもんが寝ている場所だと感動されることもあります。現代の一軒家では伝統的な和室の良さとベッドやソファーといった現代の便利さがうまくミックスされているんですね。さて、次はお風呂とトイレを見ていきましょう。日本の家を案内すると、多くの外国の方が、え？と驚くポイントがあるんです。それはきっとお風呂とトイレが別の部屋にあることですよね。その通りです。海外のホテルやアパートだと、一つの部屋の中にトイレ、洗面台、バスタブが一緒になっているユニットバスが一般的ですよね。でも日本の一軒家ではお風呂とトイレは完全に分かれています。日本人にとってお風呂は体を洗ってリラックスする場所と考えているので、空間が分かれているのはとても自然なことですよね。そうですね。それに家族が何人かいる場合、誰かがお風呂に入っている間、他の人がトイレに行けないと困りますよね。だからプライバシーの面でもお風呂とトイレが分離しているのが好まれるんですね。お風呂にはもう一つ大きな特徴があります。洗い場があることですね。浴槽の外で体を洗えるスペースがありますね。拓也さん、これについても面白いエピソードを聞いたことがありますか？はい、僕の留学生の友達が初めて日本の一軒家にお泊まりした時の話です。彼はバスタブの中で石鹸を使って体を洗って、最後にそのお湯を全部捨ててしまったそうなんです。それはよく聞く失敗談ですね。そうなんです。日本の家庭ではお風呂のお湯は家族全員でシェアするものです。まず、洗い場で体をきれいに洗ってから、お湯が張られたバスタブに浸かるのがルールですね。お湯を捨ててしまった後、次に入ろうとしたお父さんが空っぽのバスタブを見てびっくりしたなんて話もよくありますね。日本のバスタブは深くて肩までしっかり浸かれるようになっているので、一日の疲れを取るには最高なんですよ。最近の家はお風呂を沸かすのもすごく簡単になりましたよね。そうですね。今の日本の家にはハイテクな給湯システムが備わっています。台所とお風呂の壁に小さなリモコンがついていて、ボタン一つでお湯が沸きます。あのメロディーいいですよね。ピロピローンというメロディーと一緒に、お風呂が沸きましたと声で教えてくれるんです。そうそう、アナウンスが流れると、今日も一日が終わるなぁとほっとします。さらにすごいのは追い炊き機能です。お湯が冷めてしまってもボタン一つだ、また熱くしてくれる。家族が順番に入るとき、いつも温かいお湯に入れるのはこの機能のおかげですね。冬の寒い日に外出先からスマートフォンのアプリでお風呂を沸かしておくなんてことも最近はできるんですよ。トイレも日本は少し特別かもしれません。はい、ウォシュレットが最初から設置されている家が多いです。便座が暖かかったり、消臭機能がついていたり。冬の夜中にトイレに行っても便座が暖かいのは本当にありがたいです。一軒家の魅力はたっぷり話しましたが、次はマンションです。実は僕は今マンションに住んでいるんです。なので
詳しいですよ。それは頼もしいです。日本のマンション、特に最近の新しい物件は生活をスムーズにするための工夫がすごいですよね。多くの人がマンションに住んで一番良かったというのはやっぱりゴミ出しじゃないでしょうか。わかります。日本はゴミの分別がとても厳しくて、曜日ごとに今日は燃えるゴミ、明日は瓶缶と決まっていますよね。そうなんです。一軒家だと朝の8時までに出さないといけなかったりして、寝坊すると1週間ゴミと一緒に過ごすことになります。それは悲劇ですね。でも多くのマンションには24時間ゴミ出し可能な専用スペースがあります。これが本当に便利なんです。夜遅く帰ってきても、旅行に出かける前でも自分のタイミングで捨てに行けます。管理会社の方が定期的に掃除をしてくれるので、いつも清潔なのも嬉しいポイントですね。あと便利なのは宅配ボックスです。外国の方にもこれ自分の国にも欲しいとよく言われますね。確かにネットショッピングをよくする人には必須のアイテムですよね。留守の時に荷物が届くと、配達員さんがそのボックスに荷物を入れて暗証番号やカードでロックしてくれます。家に帰ってきたら自分の鍵で開けて荷物を取り出すだけです。最近は冷蔵や冷凍の荷物が入るボックスやクリーニングを出せる機能がついたものまであるんですよ。日本は再配達の問題がニュースになることも多いですが、宅配ボックスがあれば配達員さんも二度手間にならないし、私たちも好きな時間に受け取れる、まさにウィンウィンのシステムですね。マンションを選ぶ理由として安心感を上げる人も多いですよね。セキュリティですね。最近のマンションはオートロックが二重三重になっていることも珍しくありません。エントランスで一度鍵を分け、エレベーターに乗るときにも鍵をかざし、さらに自分の部屋のドアを開ける。部外者が入るのがとても難しい仕組みになっています。部屋の中にあるモニター付きインターホンも便利です。誰が来たか顔を見てから対応できるので、知らない人が来た時も安心ですね。便利さを取るならマンション、自由さを取るなら一軒家。こうして話してみると、どちらも日本らしい工夫があって面白いですね。時代とともに形は変わっても、靴を脱いでリラックスするという心は変わっていない気がしますね。本当にそうですね。皆さんがもし日本の一軒家に住むなら、和室がいいですか？それとも全部洋室がいいですか？ぜひ皆さんの理想の家についても教えてくださいね。今日も楽しいお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それでは今日のうさぎちゃんの日本語カフェはこの辺で。また次回お会いしましょう。さようなら。